前がアルコテックか。正確には、私はこのアニマツリーという物理デバイスのただのインターフェースに過ぎません。インターフェイス。ならばお主はただの下っ端というわけじゃな。なら管理 AI はどこだ。挨拶しときたいんだが。ロイ、私は。本当にあなた方という存在はいつの時代も無茶ばかりなさいますね。もう一人クローンか。いや、こちらが本命。この星の管理 AI じゃな。守秘義務違反は即時リセット。ミュウから聞いていなかったんですか。ああ、聞いてるよ。だがあいにく俺はお前らシステムとは何の契約も交わしていないんでね。俺はただ俺自身が経験した過去の事実を話しただけだ。これのどこが守秘義務違反に当たるんだよ。随分なへりくつですね。ですが確かにシステム上の盲点です。あなたの言い分を認めましょう。それで規約をかいくぐってまで我々を呼び出し、一体何のご用ですか。言ったろ、挨拶だよ。これから俺たちはあんたらシステムと真っ向から戦うことになるからな。戦うですか。我々の用意したこの狭い箱庭の中でシステムそのものと戦う。それがどれほど滑稽で無意味なことか。一度文明を滅ぼされた経験があってもまだ理解できないのですか。あいにくこういうのは理屈じゃないんでね。やられたらやり返す、それだけさ。せっかく兄が命がけで延命したこの文明をあなた方は再び自らの手で危険にさらすのですね。お母様が。ええ、ミラ。余計な抵抗さえしなければこの星の人類は我々の管理のもと何に怯えることもなく緩やかで穏やかな滅びを迎えられたというのに。貴様は銀河帝国のアイリエン様でしたね。申し訳ありませんが予期せぬエラーを広げないためにもあなた方帝国の人間は誰一人としてこの惑星からは生きて逃がしません。なんじゃと。何の権限で。ですがそうですね、これもまた我々にとっては非常に貴重な観測データとなります。それでは鬼ごっこと参りましょうか、ロイ。これは雪？いや、灰？アイリエン様、大気中に微量ですが細胞を壊死させる得意な毒性反応を検知しました。すぐにマスクの着用を。遺伝子を腐らせる毒の灰か。皆衣服で口を覆い今すぐ屋根の下へ避難するのじゃ。死の灰です。システムが地表の有機物をリセットする際の標準的なプロトコルの一つ。今はまだこの都市の周辺だけに限定して降らせていますが、あなた方が軌道上にある我々のメカノイド背部を完全排除できなければ、いずれこの灰は拡大し、この惑星全域を埋め尽くすでしょう。そんなことになったらみんな生きていけないじゃない。それからメカノイドは優先的にあなた方、正確にはミラを捜索し襲撃します。一箇所にとどまろうとすれば必ず探知され、メカノイドの大群が押し寄せます。なるほど、鬼ごっこね。もしゲームを途中で降参したいのであれば、ミラを次の巫女としてアニマツリーに捧げなさい。それと引き換えにこの灰の進行を止め、最後の日までシステムが保証する穏やかな滅びを迎えさせてあげましょう。どっちにしろ死ぬのかよ。むちゃくちゃ言いやがる。なるほどな。そうやって歴代の巫女の心を折り
惑星の命そのものを人質にして飼いならしてきたというわけか。なんという邪悪、吐き気のするシステムじゃ。私が巫女になればいいの？私がお母様みたいにアニマの巫女になればみんな死ななくて済むの？ミラ様、いけません。耳を貸すな、ミラちゃん。奴らの言う穏やかな滅びってのはね、家畜の殺処分と同じだ。君を捧げようが捧げまいが、結局のところ、俺たちを全員消すつもりなんだよ。だったら、今さらあのシステム野郎の言いなりになってやる必要なんて、これっぽっちもない。そうだろ？それよりもまずこの灰は。そうだ。皆を避難させないと。警備兵を集めてください。住民を安全な場所へ移送します。事前に首都機能を他の都市に移しておいてよかった。ひとまずここの住民は分散して共和国の他の都市に受け入れてもらう手配を済ませました。これでこの周辺が灰に埋まっても最悪の事態だけは防げます。初動の避難は成功じゃが、これはただの時間稼ぎに過ぎん。おいロイ。なんだい、アイリエンちゃん。貴様、あの管理 AI に大見栄を切ったからには当然この状況をひっくり返す勝算があるんじゃろうな。まさか何の計算もなしに喧嘩を売ったわけではあるまいな。あるといえばあるよ。トンちゃん、あれ出して。あれね。はいはい、ここにあるよ。これは間違いない。重力コアじゃな。お、さすが。よく知ってるね。驚きました。これほどの高出力モデルであれば、改良すれば惑星軌道上までフライト可能です。そう。こいつを大型艦のエンジンまで改良して組み込めば、星系脱出だって夢じゃない。だけど、今回の目的は逃げることじゃないからね。まずはこいつを核にした小型戦闘艇を作って、上空のメカノイド背部に直接殴り込みをかけるのさ。抜かせ。いくら希少なコアとはいえ、たった1個の重力コアでは出力が足りん。軌道に上がるどころか、地表での移動距離だって大して稼げまい。船の側も他の精密部品も圧倒的に足りんではないか。うん。だから足りない他のパーツを探しに行かないといけないんだよね。当てはあるのか。まさかこの灰の中を闇雲に歩き回る気ではあるまいな。あるよ。かつて数百年前の俺たちの文明が建造した宇宙技術に関する施設がいくつか地下に眠ってるんだ。そこへ行けば重力コアと互換性のある宇宙専用のパーツや貴重な資材が手つかずで残っているはずさ。言うのはたやすいが、その施設の座標はどうするんじゃ。数百年も経てば地殻変動で地形ごと変わっておるぞ。なめないでほしいな。僕のこの特製大容量メモリーの中に当時の正確な地下座標が全部バックアップされて入ってるよ。そういえばロイドの、先ほどから気になっていたのですが、このメカノイドは一体何者なのです？彼はトンちゃん。俺の相棒だよ。どう見ても戦闘用のメカノイドに見えますが。まあまあ、細かいことはいいじゃないか。
過去がどうあれ、今の彼は 100% 無害だ。それは俺が保証するよ。そうそう、僕は悪いアポクリトンじゃないよ。お茶も入れられるし、お掃除だってできるんだからね。まあ確かにこんなアホそうなロボット見たこともないがな。アホじゃないよ、僕は超賢いんだぞ。最先端のアルゴリズムなんだからね。もうセアラ、ちょっといいかしら。母上、聞いた通りです。我々もここを離れなければ。いいえ、私はここに残ります。母上、何をおっしゃるのですか？エレナ様、この状況で城に残るのはあまりにも無謀です。確かに死の灰は屋内にこもっていれば数日はやり過ごせますが、いずれ備蓄の食料が尽きます。水も毒素で汚染され、飲用水すらなくなります。生きてはいけません。わかっています。でも、ここには夫の墓があるのです。それに、この場所が無人になれば、いずれ賊に荒らされたり、手入れもされずにこのお城も朽ちてしまうわ。私は、あの方との思い出の場所を放っておくことはできません。お気持ちは痛いほどわかります。ですが、命には変えられません。この城を、父上との思い出を、本当の意味で守るためにも、私たちは戦うしかないのです。エルゼ、わらわの直属の護衛であるカタフラクトたちにこの城の守備を命じるのじゃ。アイリエン様、それは。彼らは我が帝国でも最高峰の訓練を受けたエリート兵士じゃ。身にまとうカタフラクトアーマーのヘルメットには完全な環境遮断機能が備わっておる。水や食料の現地調達を含め極限状態でのサバイバル技術にも熟知しておる。賊の襲撃だろうが死の灰だろうが、この城を無傷で守り抜いてみせるわ。そんな。ですが、あなたの護衛の兵士をそのような。勘違いするな、エレナ殿。どんなに屈強な我が兵士であっても、防毒フィルターの寿命を考えれば、この地獄で籠城できるのは数ヶ月が限度じゃ。つまり、その限られた時間の間に、我らがメカノイドハイブを叩き潰し、この忌まわしい灰を止めねばならんということじゃ。いずれにせよ、わらわたちは戦わねばならぬ定めということじゃ。こんな辺境の未開惑星に閉じ込められたまま、毒の灰にまみれて命を終えるなど、このアイリエン、絶対にごめんじゃからな。私は馬車を用意してきますので、ミラ様とエレナ様は荷物のご用意を。持ち出せる荷物には限りがあります。必要最低限のものだけをまとめてください。わかったわ。リフターちゃん、このトランクを運んでくれる？あの方との数少ない思い出。これだけは持っていかないと。今までの研究資料に作りかけのガジェット、諦めるしかないのか。これだけは持っていくか。ひとまず荷車に積めるだけの食料と医療品は詰め込んだよ。灰が本格的にヤバくなる前にさっさと出発するわよ。よし、じゃあ馬に乗れる者は馬に乗って。長旅になるから体力を切らさないようにな。ミラ様とエレナ様は馬車にお乗りください。あら？ミラ様のお姿が一緒に屋敷を出たはずなのに、一体どこへ？すぐにお探ししてきます。エレナ様は先に馬車の中へお入りください。ミラ様。
こんなところにいては体に灰がかかります。早く馬車へ行きましょゾロ、私ね。う。ここに残ることはできません。でも、私があの AI の言う通り、アニマの巫女になりさえすれば、この灰は止まるんでしょ？みんな、苦しまずに済むんでしょ？それは根本的な解決にはならないと、ロイ殿もおっしゃっていたはずです。わかっているの。でも、私が巫女になって、その間にみんなが宇宙船を作って、この星から逃げれば、それでみんなが助かるなら。ミラ様、あなたをシステムに引き渡すことなど絶対にしません。あなた一人に全ての重荷を押し付けて、どうしておめおめと生き延びることができましょう。ゾロ、でも。これは、ロビ様やアニ様への罪滅ぼしでもあります。ゾロ。どうか、ミラ様、俺を信じてください。